最近パソコンパーツが高いよね。 AI 需要のせいらしいのだな。 Windows 95を有効活用するしかないよね。どういうわけなのだ。今回のパソコンはこれだよ。久々の猫パソコンなのだな。半年ぶりくらいかな。多分それくらいなのだ。ちなみに今回はインストール法を改良してみた。活用法を知りたい場合は後半を見るといいのだ。まずは使用するパーツを紹介するよ。 CPU は Core i7-3770 系。少し新しくなったのだな。前回のコメントで2600系は古いと言われたからね。大して変わらないのだ。マザーボードは ASRock G77 Extreme 6。どんなマザーボードなのだ。第3世代用の G77 なので PCIe 3.0 に正式対応してる。つまり本気が出せるのだな。あと古の PCI スロットが2本ついてる。古いボードが使えるのだな。ドライバとか確実にあるから楽なんだけどね。 Windows 95がはかどるのだ。敷居が高くなるから PCI のパーツは使わないよ。それはなぜなのだ。入手しやすい方が楽だと思うから。それは重要なのだ。組み立てたらこんな感じになった。クーラーが変わったのだな。温度が表示されて便利だと思ったんだけど。確かに便利そうなのだ。専用のソフトを起動しないと映らないんだけどね。古い OS では役に立たないのだな。背面はこんな感じ。 PS2 ポートは1つしかないのだな。しかも分岐ケーブルにも対応してない。それは困った話なのだ。というわけでキーボード側を USB にするよ。確か BIOS でエミュレートできるのだな。 USB が使えない OS からは PS2 接続に見えるね。それは便利な機能なのだな。というわけでまずは PS2 ポートに接続するよ。95は USB が使えないから仕方ないのだな。 OSR24 なら使えなくもないんだけどね。ならなぜ USB マウスを使わないのだ。このマザーボード USB1.1 がついてないから使えないよ。それなら仕方ないのだな。まずはこれを使うよ。三菱のクイックスクロールマウスだよ。普通のマウスに見えるのだけど。なんとこのマウスを使うとスクロールができる。そんなのできて当たり前なのだ。当時はまだ珍しかったんだよ。そうなのだ。チルト式だから倒すだけでスクロールする。回さなくて済むのは楽そうなのだ。ちなみにこのマウスボール式です。ボール式だと何がいいのだ。特にないんじゃないかな。だから廃れたのだな。カバーをかぶせたらこうなった。相変わらずの間抜け面なのだ。耳がないのが問題だよね。なぜ耳がないのだ。最初に買った時から箱に入ってなかった。それは残念な話なのだ。このケースをカスタムしてる人もいるみたいだね。これはすごいカスタムなのだ。もう一台手に入ったらやってみたいよね。いつ出会えるかわからないレアものなのだ。まずはストレージを取り付けるよ。 SSD をリムーバブルケースに入れるのだな。最近のパソコンケースは5インチベイがないらしいよ。それは不便な時代になったのだな。続いてフロッピーをドライブに差し込むよ。 MS-DOS7.1 の起動ディスクなのだな。FAT32 に一応対応した MS-DOS7.1 だね。
Windows 95 OSR2 から作れるらしいのだ。続いて Windows 95の CD、ロムを入れるよ。ブルーレイドライブで読み込めるのだな。スリムタイプのドライブは出し入れが面倒だよね。片手で円盤の穴にはめるのが難しいのだ。今回入れるのは最新版の OSR2.5 だよ。30年前の最新版なのだ。OSR2.1 から少し改良されているらしい。それは良さそうなのだ。続いて BIOS の設定をするよ。スイッチオン。デリートキーを押すと BIOS 画面に入れるよ。機種によって違うらしいのだ。直撮りでは文字が読めないから切り替えるね。そう思って画面を録画してあるのだ。CPU は i7-3770 系になってるね。ちゃんと認識しているみたいなのだ。普通のパソコン向けでは最強らしいよ。十数年前の話なのだ。メモリの方は 16GB さしてあるよ。どうせそんなには使えないのだ。実際使うのは 512MB くらいかな。そんなに少ないのだな。必要な項目を設定をするよ。 CPU の設定をするのだな。ハイパースレッディングを無効にするよ。コア数も1コアに制限するよ。 Windows 95は1コアしか使えないのだな。普通は複数コアあっても無視されるはずだけどね。念のため設定するのだな。続いて使えないオンボードデバイスを無効にするよ。あっても使えないのだな。使えないのにリソースを消費するからね。リソースとはどのようなものなのだ。割り込みの IR 級や IO ポート用のメモリ空間だとか。デバイスがたくさんあると衝突するんだよね。それはよろしくないのだ。続いてストレージの設定をするよ。 SATA 関連の設定なのだな。 SATA を IDE 互換モードに設定するよ。 AHCI モードでは使えないのだ。 AHCI のドライバーはあるけど出来がいまいちなんだよね。どこら辺がいまいちなのだ。 IR 級共有をうまく処理できないみたいなんだよね。 GPU ドライバと合わせるとマウスが横にしか動かないだとか。まるで怪奇現象なのだな。なので今回は IDE 互換モードを使うことにした。 IDE 互換モードがない場合はどうするのだ。7700系編を見るといいと思うよ。いつになるかわからないのだ。ついでにフロッピーコントローラを有効にしておくよ。コネクタがついていない場合はどうするのだ。 USB 接続の外付けドライブが使えるかも。起動できないマザーボードがあるらしいのだ。フロッピー不使用なのはそのうちやろうと思う。いつも通り予定は未定なのだな。 BIOS が設定できたので起動してみるよ。ポチッとな。初回はノーカットで流してみることにするよ。フロッピーの音を聞きたいというコメントが結構あったので。数字的にはハイリスクなのだけど、忙しい人はシークバーを利用してね。ちなみにこのシーン10回くらい撮影したんだよね。家の前が高速道路で常に車が通り続けるのだ。真夜中の3時でもなかなか途切れないんだよね。多い時には起動するまでに5台くらいのトラックが通る。しかも家がボロくて鳴り響くのだ。運任せで撮影を繰り返すしかないんだよね。ちなみに昼間は野球部が規制を発してる。撮影には古きすぎるのだ。奇跡的に撮影できたので画面を切り替えた。起動直後の画面はこんな感じ。
何が書いてあるのだ？このブルーで囲った部分がメモリのドライバー。これがないとメモリが 640KB しか使えない。それはとても少ないのだ。このオレンジで囲った部分が CD ドライブのドライバー。これがないと CD、ROM が読み込めない。CD、ROM が読めないとインストールできないのだ。設定ファイルはこんな感じにしてみた。詳しい説明は起動ディスクを作るときにしようと思う。とりあえずインストールを進めるのだな。まずは SSD の中にパーティションを作るよ。 F ディスクコマンドを使うのだな。 FAT32 を使うので大容量ディスクを使用可能にする。4番を選んでディスクの現状を表示してみる。領域は定義されていないみたいなのだ。なので1番を選んで基本 MS-DOS 領域を作成する。ドライブがチェックされるのでしばらくかかる。異常がないか調べるのだな。最大サイズを割り当てるかと聞いてくるので、自分でサイズを指定するので N を選ぶ。 64GB もいらないのだな。多分 8GB もあれば足りるよね。シリンダ境界を考慮して少し小さめにしてみる。 C ドライブの領域ができたのだな。続いて D ドライブ用の領域を確保する。基本は2つ作れないから拡張 MS-DOS を作る必要がある。直接は作れないのだな。 D ドライブ以降は拡張 MS-DOS 領域の中に作る必要がある。 MS-DOS の F ディスクの仕様でそうなってる。ふざけた仕様なのだな。サイズはさっきと同じにしておく。厳密には何セクタか減るんだけどね。管理情報の分が狭くなるのだな。拡張 MS-DOS 領域ができたので中身をすべて論理ドライブに割り当てる。まどろっこしいシステムなのだな。領域の設定ができたので情報を表示してみる。ちゃんと D ドライブが入ってるみたいだね。再起動しないとドライブが反映されないらしいのだ。ちなみにイメージ図にするとこんな感じになってる。本来なら直に4つまでのドライブが作れるんだけどね。 F ディスクが対応していないのだな。再起動したので C ドライブをフォーマットするよ。フォーマットにはフォーマットコマンドを使うよ。そのまんまなのだな。確認メッセージが出るので合ってるなら Y を押す。しばらくかかるから8倍速にするよ。そろそろ完了したのだな。完了したのでボリュームラベルを入力する。何でもいいので Win95 にしておいた。 OS 用と分かりやすいのだな。続いて D ドライブもフォーマットするよ。ちなみにファイルシステムは自動で選ばれる。自動で FAT32 になるのだな。 FAT26 は 2GB までしか対応してないからね。つまり 2GB 以上は区切る必要がある。それは不便なのだな。完了したのでボリュームラベルを入力する。こちらは SETUT にしておいた。セットアップの作業に使うのだな。インストール CD の中身を D ドライブにコピーするよ。コピーには X コピーコマンドが使えるよ。便利なコマンドがあるのだな。E スイッチでサブフォルダもコピーできる。コピー元とコピー先のパスを指定する。 Q ドライブから D ドライブにコピーするのだな。 CD の中身をコピーする理由だけどね。対策パッチを当てないといけないからだよ。 CD、ROM では書き換えできないのだな。
Windows 95は CPU が速すぎると起動できない。だから対策パッチが必要になるんだよね。前回もそんな感じだったのだな。ファイルのコピーが完了したよ。続いて対策パッチをダウンロードする必要がある。 MS-DOS ではできそうにないのだな。というわけで対策パッチの準備をするよ。ダウンロードが必要だから Windows 11を起動しないとね。 Windows 11が入った SSD を取り付けるのだな。こういう時にリムーバブルケースが便利だよね。最近のパソコンケースにはつけられないけど不便な時代になったものだな。というわけでパッチをダウンロードするよ。ブラウザで HackerQX を検索するよ。前回のやつとは違うのだな。検索結果から GitHub のページを開くよ。オープンソースなのだな。右の方にあるリリースのリンクを開く。完成品が置いてあるのだな。 MG 形式のファイルをダウンロードする。最新のバージョンでいいのだな。続いて書き込みソフトを用意するよ。ローライト for Windows で検索するよ。いっぱい出てきたのだけど GitHub に改良版がある。これを使うことにする。リリースのところにバイナリが置いてあるよ。実行ファイルをダウンロードするのだな。ダウンロードフォルダを開くよ。ペンギンのアイコンがあるね。これを実行する。何か起動したみたいなのだな。C ドライブを選択する。文字化けしてるからドライブレターで判別する。日本語にしたようなのだな。書き込むファイルは最初にダウンロードしたもの。HackerQX のイメージファイルだよね。確認メッセージが表示されたのだな。間違いがなければ「はい」をクリックする。書き込み先を間違うとデータが消し飛ぶよ。それはとても危険なのだ。書き込みには USB の外付けドライブを使ったよ。内蔵のドライブは Windows 11だと認識しなかった。これなら今でも売っているのだな。書き込みが完了したみたいだね。このフロッピーでパッチが当てられる。 Windows 11は用済みなのだな。パッチを書き込んだフロッピーを入れて起動してみる。しばらくするとフリードスが立ち上がる。 MS-DOS の互換品なのだな。だいたいそんな感じ。結構違いもあるけどね。起動したらパッチ QX を実行する。メモリ関係のパッチを除外しないといけない。それはなぜなのだ？メモリのパッチを当てると起動しなくなるんだよね。環境依存かもしれないけど他の人の報告もあるし。バグっているのだな。メモリなら他の対策法もあるからね。 CPU 関係のパッチだけ当てれば問題ない。メモリは他の対策をするのだな。続いてパッチの適用先を聞いてくる。デフォルトだとシステムフォルダになっている。そこはまだインストール前なのだな。なのでコピーした CD のフォルダを指定する。続いてパッチの適用方法を聞いてくる。どれを選べばいいのだ？インストーラにパッチを当てる場合は4を指定する。キャビネットファイルの中身をスキャンしてくれる。処理するファイルを検索するのだな。スキャン結果が表示されたよ。メモリ関係のファイルは無視されているよね。なるほど、わからん。I を選ぶと実際にパッチが実行される。これで CPU が速すぎる問題は解決する。
インストールに進めるのだな。ついでにメモリのパッチも当てた場合を見てみよう。こんな感じでビープ音が鳴り続けて起動しなくなる。騒がしすぎるのだ。というわけでインストールを始めるよ。 D ドライブからセットアップ EXE を実行するよ。 CD からコピーしたファイルなのだな。6倍速に加速してあるよ。インストール画面はみんな見慣れてるよね。そうは思えないのだが、搭載されたデバイスの検出中だよ。どうせほとんど見つからないけどね。新しすぎるから仕方ないのだな。ここで追加する機能を選べるよ。ネットワークの設定もしておく。阿部寛のホームページに必要なのだな。ファイルのコピーをしてるところだよ。1分くらいでコピーが完了したよ。 SSD のおかげなのだな。念のためこのまま起動してみるよ。すんなり起動する可能性もなくはないからね。やっぱり起動しないのだな。表示されていたエラーメッセージだよ。見づらいから画面を切り替えたよ。文字は消していて英語の部分しか読めないのだけど、日本語ドライバーが動く前だから仕方ないよね。 XMS と書いてあるからこれが原因だよね。 XMS とは何のことなのだ？ XMS は MS-DOS の拡張メモリのことだよ。つまり拡張メモリのドライバーおかしいのかも。そいつをなんとかすればいいのだな。というわけでメモリ容量の対策をするよ。まずはパッチャー QX が入ったフロッピーで起動する。それはさっき済ませたのだが、パッチのツールを使うわけじゃないよ。メモリドライバーを拝借するだけだよ。使えるメモリドライバーが入っているのだな。ハイメモ X、EXE を C ドライブにコピーするよ。フリードス用のだけど MS-DOS でも利用できるはず。互換性があるのだな。続いてドライバの設定ファイルを書き換える。エディットコマンドで C ドライブのコンフィグ指数を編集するよ。フロッピーの中のファイルではないのだな。一番上にあるのがメモリを管理するドライバだよ。 MS-DOS のハイメモ指数を組み込んであるよ。使えないから消すのだな。消したらハイメモ X、EXE に書き換えるよ。これで読み込むドライバが変更されるよ。これだけで動くのだ。後ろに MAX=524,288 を追加するよ。メモリを 512MB に制限できるよ。メモリ容量のリミッターなのだな。続いて NAM ハンドル数=64を追加するよ。メモリを貸し出す際のハンドルの数が増えるよ。メモリ領域の名札みたいなものなのだな。設定できたので保存して終了するよ。オルトキーを押すと上にあるメニューが開くよ。今時のソフトと同じなのだな。フロッピーを取り出してもう一度起動してみるよ。今度は起動するのだろうか。やってみないとわからないよね。そもそもフリードス用のドライバだし、 Windows 95で使えるかはわからないのだな。無事に起動したみたいなのだ。メモリドライバの効果があったみたいだね。ユーザー名を入れてセットアップを続けるよ。適当でいいのだな。
ユーザーを変えたところで意味がないからね。ファイルシステムにアクセス制限がないし、ユーザーを開けても覗き放題なのだな。タイムゾーンを設定するよ。プリンタは繋がないよね。セットアップが完了したみたいなのだ。 OK ボタンを押すと再起動するよ。というわけで再起動中だよ。何か表示されているのだけど、インターネットエクスプローラー 4.0 のセットアップ画面だよ。 OSR2.5 の CD にバンドルされてるやつね。次へ押せばいいのだな。これね、進めたらダメなやつだよ。バージョンが古いし途中で止まるんだよね。バグっているのだな。 78% のあたりで永久に進まなくなるよ。バグというか多分この環境のせいだけどね。途中で止まると動画が続けられないのだな。というわけでキャンセルしたいけど、キャンセルボタンが無効なんだよね。絶対に入れろという意思を感じるのだ。仕方ないのでコントロールプラスオルトプラスデリートを押して強制終了するよ。シャットダウンと間違えちゃダメだよ。変化がないみたいなのだけど、しばらく待つと確認画面が表示されるはず。終了ボタンを押すと強制終了させられる。プロセスが終了を拒否していたのだな。まあブラウザは後で入れるとして、まずはデバイスの状態を確認するよ。デバイスマネージャなのだな。ここにあるのが現在認識しているデバイスだよ。最低限のものしかないのだな。BIOS が提供してる最低限のデバイスしかないんだよね。システムドライブすらないのになぜ動いているかというと、 MS-DOS のドライブをそのまま使っているのだな。そう、 MS-DOS の互換モードでドライブを利用してる。これだと性能を発揮できないし警告が出るのもうざいよね。ドライバーを何とかしないといけないのだな。そもそも PCI バスを認識していないんだよね。ならば手動で PCI バスを追加するのはどうだろうか。そんなことができるのだ。ハードウェアウィザードでできるかも。自動認識してないデバイスを追加できるよ。そんな裏技があるのだな。システムデバイスから PCI バスを追加してみるよ。 PCI バスさえ見つかれば芋づる式だよね。なんかいろいろと認識しているみたいなのだ。 G へボタンを押してドライバーを当ててゆく。ちなみに途中でキャンセルしたら積むよ。キャンセルするとどうなるのだ。途中で再起動すると再開した時にフリーズするからね。認識し終わるまで全てを処理しないといけない。ここで全部入れ切らないとダメなのだな。ドライバがあるものもないものもね。再起動を要求されたら拒否するのも忘れずに。とにかく次へと完了押し続けるのだな。デバイスの認識が終わったみたいだね。どんな感じかデバイスマネージャで確認してみよう。 IDE コントローラが追加されているのだな。再起動するまで稼働しないけどね。システムデバイスにもいろいろ追加されているよ。 PCI バスの関係がいろいろあるのだな。このまま眺めていても仕方ないよね。再起動して動作するか確かめてみよう。ちゃんと動くのだろうか。
まだわからないから様子を見てみよう。なんかここから進まないんだよね。 Oh no! 一体どうなっているのだ。どうやら SATA のドライバーが原因みたいだね。新しすぎて標準ドライバーでは対応できないみたい。何かいい方法はないのだ。 HCI モードにすれば一時的には動くけど、グラボのドライバーを入れると動作がおかしくなる。それでは使えないのだな。調べたところ対策パッチがあるみたいなので、それを入れようと思う。何でもあるのだな。というわけでブラウザを起動して開いたら PTCHSATA で検索するよ。どれを開けばいいのだ。上の方にルロー電気のミラーサイトがあるからそれを開く。ドメインは今のところ x10host.com なはず。説明書きがあるのだな。このパッチもともとは10ドルで販売されてたんだよね。でも作者が亡くなって家族によって無償公開された。作者はもういないのだな。他にもレトロ PC 系のツールをいろいろ作ってたんだよね。 CPU やメモリのパッチももともとは同じ作者だよ。それは惜しい人材なのだな。というわけでありがたく使わせてもらうことにするよ。下のリンクでファイルをダウンロードするよ。ダウンロードフォルダを開くのだな。 PTCHSATA ZIP が落としたファイルだよ。これを例によって作業ドライブに解凍するよ。あちらで言えば D ドライブなのだな。作業ドライブのフォルダを開いてダウンロードしたファイルを解凍するよ。手順は解凍ソフトによって違うのだ。解凍できたから中身を確認するよ。3つのファイルが入っていたみたいだね。これで準備完了なのだ。用事は済んだからシャットダウンするよ。再び Windows 95のドライブで起動して F8 キーを押して起動メニューを表示する。コマンドプロンプトを選ぶのだな。 MS-DOS が起動したので D ドライブに移動する。 DAR コマンドで中身を表示してみるよ。倉庫のフォルダに解凍したのだな。その倉庫のフォルダに移動するよ。日本語だから DOSIME が必要だよね。それで日本語が入力できるのだな。確かオルトプラス半角全角のキーだよね。変換はスペースキーでできるっぽい。無事に入力できたのだな。なぜかローマ字モードから切り替えられないけどね。それはともかく移動できたのでファイルを表示する。さっき解凍したファイルが入っているのだ。 PTCHSATA EXE のファイルを実行するよ。これで IDE ドライバーにパッチが当たったよ。コンプリートと書いてあるのだな。クトルプラスオルトプラスデリートを押して再起動するよ。多分これで起動できるはず。本当に起動したみたいなのだ。デバイスマネージャを見てみるよ。ハードディスクコントローを開いてみるよ。正常に動作しているみたいなのだ。続いてディスクドライブを見てみよう。ジェネリック IDE ディスクが追加されたね。これが SSD なのだな。ついでに DME 転送を有効にしておくよ。続いてブルーレイドライブだよね。それも認識されたのだな。こちらも DME 転送を有効にしておくよ。
ドライブレターは旧ドライブね。なぜ旧ドライブなのだ？続いてパフォーマンスのタブを見てみよう。互換性の警告は消えたよね。これで本気が出せるのだな。ファイルキャッシュを増やしておくよ。メモリは十分あるからね。これで SATA は攻略できたのだな。続いては音を鳴るようにしようと思う。サウンドボードが必要だよね。サウンドならマザーボードに搭載しているのだ。それはドライバがなくて使えないんだよね。なのでサウンドボードを挿す必要がある。それは面倒なのだな。肝心のサウンドボードだけどあまり選択肢はないよね。EIN95 で使えて PCE 接続となると特にね。時代が違いすぎるのだな。というわけで定番の CMI8738 を使うことにしたよ。2000年代初頭のチップだけど Amazon で新品が売ってる。なぜそんなものが売っているのだ？なんか中国では需要があるみたいだよ。ブリッジと組み合わせた魔改造ボードが今でも作られてる。本来は PCI 用のサウンドチップなのだな。値段も2000円くらいだしお手頃だよね。というわけで今回はこれを買ってみた。ただ買わなければ生き残れないのだな。というわけでサウンドボードを取り付けるよ。まあ空きスロットに挿してネジ止めするだけだけどね。 PCI エクスプレスのスロットに挿すのだな。装着できたので起動してみるよ。認識できたみたいなのでドライバーを入れる。ドライバーは今でもあるのだ。 CMI8738 でくくると出てくるよ。ダウンロードして作業ドライバーに入れておいた。それなら安心なのだな。ドライバーのインストールが完了したね。何か出てるのだけど。動作するには DirectX 7.0 以上が必要らしい。DirectX の前に DCON95 を入れる必要がある。それは何なのだ？ DCON は Windows の部品を作る技術だよね。それの新しいのを95で使うためのパッケージ。なんとなくわかったのだ。続いて DirectX 8.0 をインストールするよ。DirectX 8.0 が Win95 で使える最終版だよ。 9.0 は動かないのだな。インストールできたので確認してみるよ。サウンドデバイスが認識されてるね。これで音が鳴るのだな。実は鳴らないんだなこれが。スピーカーをつないでないからね。当たり前なのだ。スピーカーなんだけど普段使ってるのはこれ。これだと大きくて置き場所がないんだよね。並べると机からはみ出すのだな。なのでこのペンギンスピーカーを使うことにした。真ん中の本体にアンプとサブウーファが入ってる。またおかしなものが出てきたのだな。設置したので試してみよう。カメラのマイクだから音は良くないけどね。スマホでも撮ったけど音が小さかったのだ。ちゃんと鳴ってるみたいだね。サウンド環境は攻略したのだな。続いてはネットワークカードだよ。こちらも使える選択肢はそう多くない。そりゃそうなのだな。
新品で手に入るのだと RTL8111 シリーズとかね。これなら Amazon とかで今も売ってる。これも結構古いのだな。ギガビットイーサの初期だから20年選手だよね。新しいのは使えないから末尾が B や C の型番を選ぶのが無難。それ以降のシリーズは別物なのだな。というわけでネットワークカードを取り付けるよ。まあこれも空きスロットに差し込むだけなんだけど、ネジも締めて LAN ケーブルも挿すのだ。というわけで起動してみるよ。デバイスが検出されたみたいだよ。ドライバーを入れるのだな。これのドライバーもネットから拾ってきたよ。RTL8111 BINQX とかでくくると見つかる。みんな考えることは同じなのだな。ドライバーが入ったのでデバイスマネージャを見てみよう。デバイスエラーで動作していないみたい。ドライバーが違う可能性があるのだな。でドライバーについて調べてみたんだけど、なんか98とミーでしか使えないみたい。他の LAN カードを使うしかないのだな。使える LAN カードはあるんだけどね。PCI だからレギュレーション違反だよね。縛りプレイだったのだな。ふとドライバーのファイルを眺めていたら、あるものが目に入ったんだよね。DOS、DIS と書いてあるのだな。これって MS-DOS 用のドライバーだよね。というわけでこれをインストールしてみるよ。そんなことができるのだ。多分できるんじゃないかな。知らんけど。ドライバーを入れる前の世界線に戻したよ。ご都合主義なのだな。今度は MS-DOS 用の NDIS ドライバーを入れてみるよ。さっきの DOS、NDIS フォルダの場所を指定する。フォルダのパス名をコピーするのだな。ここでは MS-DOS のドライバーを入れられないみたいだね。デバイスマネージャから入れてみるよ。本当に入れられるのだろうか。その他のデバイスからイーサネットコントローラーを選択するよ。ドライバタブでドライバの更新をクリックする。一覧からドライバーを選ぶのだな。種類はネットワークアダプタを選択する。これが重要なんだよね。ディスクを使用するのだな。ドライバの場所はコピーしてあるので貼り付ける。この度はデバイスの選択肢が現れたみたいだね。またドライバの場所を貼り付けるのだな。Windows 95の CD の場所を聞かれるので入力する。D ドライブの Win95 フォルダを指定する。 CD からコピーしてあるのだな。 OK ボタンを押すとシステムファイルのコピーが始まる。この時パッチを当てたファイルも戻されるんだよね。だから CD の中身をコピーして改造したのだな。ドライバが入ったので再起動してみる。デバイスマネージャを見てみるよ。今度はびっくりマークがついていないのだな。正常に動作してるみたいだね。コマンドプロンプトを開いてテストしてみよルータにピンジーしてみるのだな。う。ちゃんと通信できているみたいだね。なんか遅いような気もするけど、これでネットが使えるのだな。まあ使えてはいるんだけど、
MS-DOS のドライバには弊害があるんだよね。どんな弊害があるのだ？コンベンショナルメモリを消費するんだよ。実例を見た方が早いよね。異常終了した時の画面なのだな。異常終了した時にはスキャンディスクが実行される。そうしないとファイルがどんどん壊れるからね。ミーでよく起こるやつなのだな。で MS-DOS 用のランドライバーを入れるとメモリ不足で実行できないわけだよね。これはとてもまずいのだ。スキャンディスクが実行できないとドライブが修正できない。ファイルが壊れ放題というわけだね。何か解決策はないのだ？まあなくもないんだよね。とりあえず MS-DOS モードで起動してみよう。起動したのだな。メムコマンドでメモリの使用量を見てみるよ。なんか出たのだな。重要なのはコンベンショナルメモリの空き容量だよね。現状では 499KB が残っているみたい。それはどんな感じなのだ？結構ギリギリチョップかな。というわけでチューニングしてみるよ。コンフィグ指数を編集するのだな。コンフィグ指数に DOS イコールハイ UMB の下りを追加するよ。MS-DOS のメモリを上位メモリに逃がすことができる。窓際に左遷するのだな。MS-DOS 時代のテクニックだけど Windows 95でも機能するらしい。やっぱり MS-DOS の厚化粧なのだな。再起動して効果を見てみるよ。再び MEM コマンドを実行してみる。空きメモリが 574KB に増えたのだな。さっきは 499KB だったよね。計算すると 75KB 増えたことになる。スキャンディスクが動くか試してみるのだ。無事に動くようになったよ。これで異常終了しても安心だね。ネットワークも攻略できたのだな。続いてはグラフィックボードだよね。定番の GForce 6シリーズを使うよ。これも新品が売っているのだ。新品はもう売ってないけどヤフオクとかでよく出てるからセーフだよね。ガバがバルールなのだな。ちなみにこれファンが壊れてたんだよね。なので合うやつを見つけて部品取りした。ファンがないとやばいのだな。ついでにグリスも塗り替えておいた。どうやら6800だったらしい。3060の方が欲しいのだ。というわけでグラフィックボードを取り付けるよ。一番上の16レーンのスロットに差し込むよ。これで全部のスロットを使い切ったのだな。この上にチックセット経由の1レーンがあるよ。冷却ホースが通してあるから使えないけどとても邪魔なのだな。ちなみにこのグラボ HDMI がついてないんだよね。 DVI、I、VGA、S 端子この3つしかついてない。時代相応なのだな。仕方ないので変換するケーブルを使うことにした。これを使うと DVI-D から HDMI に接続できる。映像の信号は同じなのだな。そろそろ時間があれなので起動してみよう。グラフィックボードを認識したみたいだね。ドライバーを入れるのだな。作業ドライブに GForce のドライバーを用意しておいた。バージョンは 66.94 だよ。 Windows 95で使えるのだな。
多分 66.94 が正式に対応してる最終版。その後のも無理やり入れたら使えなくもないけどね。サポートが面倒で切られたパターンなのだな。ドライバのインストールが完了したよ。続けるには再起動が必要だよね。なんかエラーが出てるのだけど。これね、NVIDIA コントロールパネルのエラーだよ。ドライバは対応しているけどコントロールパネルは動かない。なぜそうなるのだ。やる気がなかったんじゃないかな。入らないようにすればいいのにね。そりゃそうなのだ。毎回出て邪魔だから自動起動から外すよ。名前を指定して実行でレジストリエディタを起動する。レジストリを編集するソフトなのだな。 H キーローカルマシーン。ソフトウェア。マイクロソフト。Windows。カレントバージョン。何のキーを開くよ。ここに載っているのだな。明らかに NVIDIA 関係の文字列が2つあるから消す。わかりづらいけど Miz ってのも仲間だよ。これでエラーが出なくなるのだな。ランサービシズのキーにも1つあるからそれも消す。これで起動しない邪魔者は一掃されたよ。すっきりしたのだな。続いて画面のプロパティを見てみるよ。ディスプレイの詳細のタブを開く。解像度が上がっているのだな。色数も変更可能になったよ。試しにフル HD に変更してみるよ。画面が広くなったのだな。文字が小さくて見づらいよね。仕方ないので解像度を下げてみた。動画にはこれくらいがちょうどいいのだな。ついでに壁紙の色も見てみよう。ドライバー入れる前は色がおかしかったからね。ちゃんと青くなったみたいなのだな。他の壁紙も見てみるよ。どれにしようかなと。これがわかりやすいのだ。この壁紙は256色だからちゃんとそれ以上の色が表示できてるよね。アイコンの文字が緑のままなのだけど。デスクトップアイコンの文字回りは仕様だよ。アクティブデスクトップを入れると改善される。なるほど。ついでにスクリーンセーバーも見てみよう。フライング Windows を見てみよう。 Windows のマークが飛んでいるのだ。スクリーンセーバーといえばこれだよね。ついでに OpenGL のも動くか見てみよう。 3D の文字が動いているのだ。OpenGL はちゃんと動いてるみたいだね。ダイレクト 3D はどうだかわからないけどゲームにはそちらの方が重要なのだな。フラワーボックスのスクリーンセーバーだよ。こっちの方が 3D っぽいよね。グラフィックも攻略したみたいなのだな。あとは IE4 を入れたり初期設定とかあるんだけ。そろそろ時間なんだよね。もうすぐ1時間になるのだな。というわけで続きは次回にするよ。まだドライバーが入っただけだからね。有効活用には遠いのだな。
というわけで興味があったら見てみてね。ご視聴ありがとうございました。また見るのだ。